マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、今日はですね、かなりリアルな日本の生活についてお話ししていこうかなと思います。で、日本で暮らしたことがある人なら、ほぼ全員が行ったことあるであろう場所。そう、スーパーマーケットです。今日はですね、日本人がほぼ毎日のように通うスーパーマーケットについてお話ししていきたいと思います。日本のスーパーマーケットにはちょっとした楽しみがあります。例えば割引シールやプライベートブランド、そしてポイントカードです。この辺のお話もね、していきたいなと思っていますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。それから、このマイの日本語ポッドキャストはメンバーシップもやっております。興味がある方はぜひ概要欄をご覧ください。はい、まず最初に有名なスーパーといえば、ライフ、イオン、西友、イトーヨーカドーなどがあります。日本ではほぼ毎日、もしくは2日に1回くらいのペースでスーパーへ行く人が多いかなと思います。日本の住宅街には大型スーパーはもちろん、中小規模のスーパーもあって、とても品揃えが充実しています。日本のスーパーの特徴は、生鮮食品や惣菜、お弁当が充実しているところです。で、この生鮮食品が何かっていうと、野菜やお肉、お魚のことを言います。そして惣菜っていうのは、煮物や焼き物、揚げ物などの調理済み食品のことを言います。私は日本に住んでいた時、ライフっていうスーパーをよく利用していたんですけど、本当に美味しいものがたくさんあるんです。例えば、照り焼きチキンとか、お寿司とか、お刺身とかね。はあ、食べたいですね。うーん。皆さんはスーパーに売っているものはあんまり美味しくないって思っていませんか？のんのん、違います。私の旦那さんもここでお寿司とお刺身を食べて、日本に住みたいって言ったくらいです。そう、専門のお寿司屋さんよりもずっと安いのに、本当に美味しくてコスパが最高なんですね。で、このコスパっていうのは、コストパフォーマンスを略した言葉で、価格に対する満足度っていう意味です。これはね、本当に日常会話でよく使う言葉ですので、ぜひ覚えておいてください。とにかくスーパーで売っているものはそれくらいコスパがいいんです。で、この前日本に帰った時はマグロを買って食べたんですが、はあ本当に美味しかった。うん。もう思い出しただけでまたよだれが出てきちゃいますね。はい。本当に美味しかったです。で、その時、そのマグロを買ったのは旦那さんだったんですけど、私たちがそのマグロを持ってレジに向かおうと思った時、パッて後ろ振り返ったら、ちょうど店員さんが割引シールを貼り始めていたんですね。で、やばいと思って、急いでそのマグロを元の場所に戻したんですよ。割引シール貼ってもらうために。そう。で、戻したんですけど、それをバレたくなかったので、他の商品を探しているっていうふりをしてね、悩んでる演技をわざとしました。そう。で、そうで、それで、早くそのマグロに割引シール貼ってくれないかなと思って、チラ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 マグロを見ていましたね。うん。で、あの、その貼っている店員さんによっては、こう私は自ら声かける時とかもあるんですよ。なんか、店員さんのちょっと見た目で判断をするんですけど、例えばすごく優しそうな店員さんであれば、
こう貼ってる時に、「あ、すいません、これも割引になりますか？」って言って、そう、で、「あ、いいですよ」って言って貼ってもらいますね。でも、ちょっと怖そうな店員さん、だと話しかけないです。そう。で、その時もちょっと怖そうな店員さんだったので、話しかけずにわざと置いて貼ってくれるのを待ちました。そう。で、これ、私だけかなと思ってたんですよ。声かけちゃうのね。でも、私のお母さんも全く同じことやってました。一緒にスーパー行った時、「すいません、これも割引シール貼っていただけませんか？」って言ってましたね。あ、やっぱり親子だなってその時思いましたね。そう。まあ、でもその時は、ちょっと割引シールを貼ってもらうのを待ってたんですけど、やっぱりこう、店員さんが貼ってると、周りで買い物してる主婦の人とかもね、寄ってくるんですよ。で、やばい、どうしよう、このマグロ取られちゃったらどうしようと思って、もうすっごい気にしてたんですね。それで、ついにその店員さんがそのマグロにもシールを貼ったら、貼った瞬間、もう私がパッて、もう、すかさずそのマグロを持って、それでレジに行きました。そう。それでその割引シールを見たら、20%オフでした。嬉しくないですか？20%オフですよ。そう。だからね、やっぱりこれもし、もっと早くに買い物に行っていたら、割引で買えなかったわけじゃないですか。なので、20%安く買えたのでね。そう、だからより美味しく感じましたね。で、割引はだいたい閉店の3時間前くらいから始まります。で、スーパーが22時閉店であれば、19時頃から割引シールが貼られ始める感じですね。最初は5%から10%引きくらいです。で、50円引きとか10%引きといったシールがね、貼られます。で、そこからまた時間が経つと、今度は20%から30%オフになります。で、ここが本番ですね。もうこのあたりからね、一気に人が集まってきます。もうね、みんな分かってるんですよ。だいたい何時くらいになったら、割引シールが貼られ始めるかっていうのをね。そう。そして、閉店1時間くらい前になると、もう最後の割引なので、もうすごいですよ。50%オフとかになるんですよ。本当にすごいですよね。で、この話を聞いて、じゃあ50%オフになるまで待てばいいんじゃないって思った方もいると思います。でも、それは正直ちょっと難しいです。例えば、人気のお弁当やお寿司っていうのは、本当にすぐ売り切れてしまうんですね。なので、そういう商品は30%オフでも十分満足するべきなんですね。もう欲張りすぎちゃいけないんです。そう。で、私とお母さんは買い物をするときにね、まず最初、必要なものから買います。例えば野菜とか牛乳とかね。で、それを買ってから、最後にお寿司やお刺身を買ったりします。なぜなら、時間が遅くなればなるほど割引されるからです。でもさっき言ったように、あんまり遅すぎると全部売り切れちゃうので、このタイミングっていうのがね、本当にちょっと考えなきゃいけない。少し難しいところでもありますね。それから割引シールと並んで日本のスーパーで欠かせない存在があります。それがプライベートブランドです。で、このプライベートブランドっていうのは、そのスーパーが自社で作っているオリジナル商品のことです。例えば、ライフならスマイルライフ、イオンならトップバリュ、声優なら皆様のお墨付きとかですね。で、これがね、結構レベル高いんですよ。値段は有名メーカーよりも安いのに、味や品質がちゃんとしています。
で、特に個人的におすすめなのが、ヨーグルトや牛乳、それから調味料とかですね。めんつゆとかドレッシングとか。はい。で、安いから仕方ないではなくって、これで十分。むしろこっちの方が好きという商品も結構多いです。そしてもう一つ、日本のスーパーで欠かせない存在があります。それがポイントカードです。日本ではほとんどのスーパーにポイントカードがあります。買い物をするたびにポイントが貯まって、で、その貯まったポイントは次回の買い物でそのまま使うことができます。で、レジでポイントで支払いますって言うと、現金やクレジットカードの代わりに貯まっているポイントをお金のように使えるんですね。で、ここで面白いのが、ただ買い物をするだけっていうので終わらないところです。例えば、ポイント何倍デーとか、あとは毎週何曜日はポイントアップ、アプリ会員限定のクーポンとか、それから一定金額以上ご購入でボーナスポイントを差し上げますみたいなね。こういった仕組みがとっても多いんですね。最初はポイントなんて大したことないんでしょって思うかもしれないんですけど、これがね、意外とたまるんですね。特に毎日使うスーパーでコツコツ貯めていくと、気づいたら、あれ、今日の買い物全部ポイントで買えるんじゃない、実質タダじゃんっていう瞬間が来たりするんですよ。うん。で、私も日本に住んでいた時、あ、今日はポイントが多くつく日だから今日行こうとかね、そう言って、買い物の日を調整したりしていました。この割引シール、プライベートブランド、そしてポイントカード。この3つを組み合わせると、日本のスーパーは本当に強いなって思います。こうやって普段の買い物ではできるだけ無駄なく選ぶようにしているんですが、でもついつい買ってしまうものがあります。それはですね、おつまみです。私はお酒が飲めないんですけど、でもめっちゃおつまみが大好きなんですよ。で、お母さんは少し、ちょっとお酒を飲みます。で、旦那さんもお酒が好きなのでね、お酒飲むんですよ。なので、お酒を飲む日はおつまみを買います。その時、最高のおつまみが売っているのも、やっぱりスーパーなんですね。で、旦那さんがめっちゃ好きなのが焼き鳥です。スーパーの焼き鳥も美味しいですね。で、旦那さんがよく食べる焼き鳥は、鶏皮、ネギマ、つくねです。で、このネギマっていうのは、鶏もも肉と長ネギが交互に串に刺さった焼き鳥ですね。で、つくねは鶏団子みたいなものですね。で、唐揚げもスーパーで売っているんですけど、これはね、前も別のポッドキャストでお話ししたんですが、結構私が唐揚げ上手なんですよ。そう、私結構唐揚げ上手に作っちゃうんです。なので、旦那さんもね、私が作った唐揚げが大好きなので、唐揚げは買いません。いつも私が作ります。焼き鳥の他にもスーパーには美味しいおつまみがたくさん売っています。で、個人的におすすめのスーパーのおつまみは、タコの唐揚げ、揚げ出し豆腐、ポテトサラダです。はい。で、このタコの唐揚げっていうのは、一口サイズに切ったタコを下味つけて、で、衣をつけて油で揚げた料理です。で、外は香ばしくって、中はタコのプリッとした弾力があります。で、味はニンニクや醤油で、下味をつけているのでね、しっかりと味がします。で、噛むほどにタコの旨味もね、じゅわーっと出てくるんですね。もう本当に揚げ物って最高ですよね。特にお酒を飲む時には、唐揚げとかポテトフライとかね、揚げ物が欲しくなる人もいるかなと思いますので、このタコの唐揚げおすすめです。で、日本では結構お酒のおつまみとして定番メニューですね。
そして揚げ出し豆腐。揚げ出し豆腐は豆腐に片栗粉もしくは小麦粉をまぶして油で軽く揚げて、で出汁が効いた醤油味のつゆをかけた料理です。でこれね、豆腐がとっても柔らかくてつるっとしていて本当に美味しいです。で油で揚げているんですけど、全然脂っこくなくて軽いのでね、なのでおつまみとしてもよく食べられます。あとはポテトサラダですね。ポテトサラダは茹でたじゃがいもを潰してマヨネーズで和えた料理です。で、このライフっていうスーパーで売ってるポテトサラダがもうすっごい滑らかなんですよ。あれこれ飲めるかなっていうぐらい本当に滑らかですごく美味しいです。あと、だし巻き卵もお酒を飲む人に結構人気ですね。とってもふわふわで、だしの旨味がしっかり感じられる優しい味なので、最高のおつまみになると思います。こんな風にね、日々の生活では近所のスーパーが欠かせないんですが、旅先でもつい立ち寄りたくなるのがご当地スーパーです。で、このご当地スーパーっていうのは、その地域にしかないスーパーのことです。全国どこにでもある大手スーパーとは違って、ご当地スーパーはその土地ならではの食材や商品が並んでいます。で、私去年、軽井沢っていうところに行った時に、鶴屋っていうスーパーに行ったんですよ。で、その鶴屋は長野県と群馬県にしかないご当地スーパーなんですね。で、そのスーパーで人気の商品をいくつか買ったんですけど、その中で長野県産のリンゴを使ったリンゴバターっていうのを買ったんですよ。で、これがね、すごく美味しかったです。うん。もう本当に鶴屋は品揃えもとっても豊富だし、いろんなオリジナル商品とかも売っているのでね、長野と群馬に行ったら必ず立ち寄りたいと思う、そんなご当地スーパーでした。最後にスーパーでの買い物あるあるをご紹介します。まず一つ目。買うものリストをメモしたのに、そのメモを家に忘れてしまう。はい。これはですね、うちのお母さんがよくやるあるあるです。ちゃんと全部買うもの書いたのに、いっつもそのメモを忘れるんですよ。そう。それでもう仕方ないから、思い出せるものと、あとはその場で買いたくなったものを買って帰るんですけど、家に帰ってそのメモを見てみたら、もうほぼメモしたものを買ってないっていうね。そう。で、また次の日も、買い物に行くっていうことをね、もうよくありますね。はい。もうこれ本当に何回も経験あります。二つ目は、買わないけど一番高いお肉を見てみる。はい。これ私ね、結構やっちゃうんですけど、きっとやったことある人いるんじゃないかなって思います。一番高い牛肉とかを見て、うわー、この牛肉買って、家ですき焼きやりたいなーとかね、いろいろ想像しちゃうんですよ。そう。で、私ほんとに食いしん坊なんですね。なので、買わないのにお肉コーナーとかお刺身コーナーをずーっとうろうろしちゃうんですよ。そう、いっつもね、うろうろしちゃいます。三つ目は、お腹が空いた状態で行くと余計なものまで買ってしまう。はい、これもですね、私たち親子のあるあるです。そう、これね、空腹でスーパーに行っちゃったら、もう絶対にダメですね。もう本当にいろんなもの買っちゃう。うん。なので、もう空腹で行くと、いっつも予算オーバーなんですよ。そう、だから、家でご飯を食べてから、もうお腹いっぱいの状態でスーパーに行ったりもします。4つ目は、レジに並んでいると横から割り込んでくるおばさんがたまにいる。はい、これもあるあるですね。割り込みっていうのは、レジ前に並んでいる人がいるのに、順番を守らずに入ってくる人のことを言います。
はい。で、私たちが並んでいるのに、わざと割り込んでくるのか、それとも本当に気づかなくって、こ割り込んできちゃうのか、よくわからないんですけど、もうね、これやられると、結構やられた方はイラッとしちゃうんですよ。うん。で、もちろん私は絶対に割り込みされたら、必ず声をかけます。「あ、先に並んでます」って。うん、声をかけますね。はい。なので、もし皆さんもスーパーとかでね、レジに並んでいる時に割り込みをされてしまったら、「あ、並んでます」って声かけてくださいね。5つ目は会計後、袋詰めをするときに薄いビニール袋がなかなか開かない。はい、これはですね、本当にあるあるです。うん。袋詰めをするところに行くと、薄いビニール袋が置いてあるんですね。なので、お刺身とかお肉を買ったら、そのビニール袋に入れてからレジ袋に入れるんですね。で、もうね、このビニール袋が大変なんですよ。そう、もう全然開かなくって。で、特に冬は手が乾燥しちゃっているので、もう指でどれだけこうやってこすってもね、全然開かないの。そう。だからもうイライラしてきちゃって。ああ、もうなんで開かないのみたいな。そう。で、私もなかなか開けなくって、結局諦めたっていうこともありますね。はい、今日はですね、日本のスーパーマーケットについてお話ししました。いかがでしたか？日本を旅行するとき、有名な観光地ももちろん楽しいですが、ぜひスーパーにも立ち寄ってみてください。そこにはガイドブックには載ってないリアルな日本の生活が見られると思います。はい、本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。